つむりの化粧品教室。こんにちは、つむりです。今回はロート製薬から発売されている白潤というシリーズの化粧水を4種類分解してみようと思います。今回紹介するのは白潤というシリーズの化粧水、こちらの4種類になります。では1つ目、白潤薬用美白化粧水について紹介していきます。こちらの化粧水は有効成分を1種類配合した医薬部外品の化粧水になっています。有効成分はトラネキサム酸を配合しているので美白の効果が期待できます。香料、着色料、エタノール、オイル、パラベンフリーの計5つのフリーを謳っています。1点残念な点を挙げるとしたらペグ8という旧表示指定成分が配合されている点です。かなり敏感肌の方やアレルギー持ちの方で稀に反応が起こってしまう成分を旧表示指定成分と呼んでいます。今回紹介する白潤のシリーズはどれもシンプルな処方なんですが、この薬用美白化粧水にはヒアルロン酸2種類とビタミン C 誘導体1種類が配合されています。防腐剤はフェノキシエタノールを配合していて 170ml で発売されているようです。では2つ目に白潤の薬用美白化粧水しっとりタイプを紹介していきます。こちらの化粧水も有効成分を1種類トラネキサム酸を配合している化粧水になります。香料、着色料、エタノール、オイル、パラベンフリーの計5つのフリーを謳っていてヒアルロン酸2種類とビタミン C 誘導体1種類を配合しています。1つ目に紹介した薬用美白化粧水との違いは保湿剤になります。この薬用美白化粧水しっとりタイプではペグ8という旧表示指定成分が削除されており、その代わりに DPG や G グリセリンという保湿剤が追加配合されています。防腐剤はフェノキシエタノールをこちらも配合していて 170ml で発売されています。では次に白潤プレミアムの紹介に移っていきます。3つ目に紹介するのは白潤プレミアム薬用浸透美白化粧水です。こちらの化粧水はグリチルリチン酸ジカリウムとトラネキサム酸の有効成分2種類を配合した医薬部外品になります。1つ目と2つ目に紹介した薬用美白化粧水とそのしっとりタイプと同じく G グリセリンや DPG、ペグ8などの保湿剤が使用されています。防腐剤はフェノキシエタノールをこちらも配合していて 170ml で販売されています。では最後4つ目は白潤プレミアム薬用浸透美白化粧水しっとりタイプになります。こちらも有効成分としてグリチルリチン酸ジカリウムとトラネキサム酸を配合した医薬部外品となっています。こちらも3つ目に紹介した薬用浸透美白化粧水と同じく旧表示指定成分のペグ8が配合されているので肌が敏感な方は注意が必要です。この薬用浸透美白化粧水しっとりタイプでは3つ目に紹介した薬用浸透美白化粧水から DPG という保湿成分を削除し界面活性剤を追加している処方になります。界面活性剤は水と油の馴染みを良くさせる成分として知られていて悪者のような扱いもされていますが、界面活性剤を配合することで肌への馴染み感を感じることができます。防腐剤はフェノキシエタノールを配合していて 170ml で発売されています。まとめです。今回は白潤の美白系の医薬部外品化粧水を紹介してきました。パートが2つに分かれていたと思うんですが、1つ目のパートでは有効成分を1種類配合している医薬部外品化粧水の白潤、2つ目のパートでは有効成分を2種類配合している医薬部外品の白潤プレミアムを紹介してきました。その中でも1つ目に紹介した美白化粧水は旧表示指定成分であるペグ8という成分を配合していました。2つ目に紹介した美白化粧水しっとりタイプは美白化粧水の保湿剤を強化したバージョンでペグ8は配合されていませんでした。3つ目に紹介した薬用浸透美白化粧水は美白化粧水と美白化粧水しっとりタイプの2つで配合されている保湿剤が採用されていてペグ8も配合されていました。4つ目に紹介した薬用浸透美白化粧水しっとりタイプは3つ目に紹介した薬用浸透美白化粧水から保湿剤を削除して界面活性剤を追加しているというような処方になっていました。つむりが今回紹介した4製品から1つ選ぶのであれば白潤の美白化粧水しっとりタイプを選ぶかなというふうに思いました。
この美白化粧水しっとりタイプというのは4処方の中で唯一旧表示している成分であるペグ8を配合していない処方だったからです。なので敏感肌の方が一番安心して使えるのはこの美白化粧水しっとりタイプかなと思ってこの処方を選びました。今回は白順から4つの化粧水を紹介してきました。4つの商品とも全て医薬部外品の処方になっているので、どれも効果が期待できそうな化粧水になっていました。そのため白順プレミアムはあまりプレミアム感が感じられない処方になってしまっているのかなと個人的には思いました。いかがだったでしょうか。つむりの化粧品教室では他にもルルルンの化粧水やモモプリの化粧水、チフレの化粧水など様々な商品を紹介しています。チャンネル登録、グッドボタン、リクエストやコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。